皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、もう意地でもこう言い張ることにした濃いめのロボアニメオタクナンバー7ことナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そして分かりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。固体っぽい液体か、液体っぽい固体か。ガラスの物理、ついに統一定式か。大阪大学産業科学研究所の研究チームは、古来より身近なマテリアルとして多種多様な産業に利用されているガラスについて、その社会的普及度の高さにもかかわらず、物理学的な性質については実はよく分かっていないという事実に対し、従来アプローチの最大の壁となっていた非平行状態の定義を廃し、平行状態として厳密に再定義することにしました。その結果、秩序パラメータという変数の概念を原子の時間平均位置を表していると特定することで、結晶の平行物理的記述と統一できる形で記述することに成功しました。今回の入りはだいぶ分かりやすかった人が多かったのではないでしょうか。さすが当チャンネルの解説動画をくぐり抜けてきた連中だ。面構えが違う。でもちゃんと前提知識部分から解説しますよ。尺の都合もあるので。我々の身近でよく利用されているマテリアル、ガラス。工業的には凝固した状態で透明という比較的稀有な物性を持つことで美観の観点で有用なほか、鉄などの金属に比べると脆く人生に欠けますが、温度によって粘度が著しく変化するため、工作的に扱いやすく、加工性に優れるという点も利点とされています。また、化学的に非常に安定で、優れた耐腐食性を持っており、原料の成分自体が酸化物が主成分なので、ほぼ酸化により劣化するということがなく、酸に対しても非常に強く、金すら溶かす王水でも溶けません。そのため、化学の実験機器や食器としてもよく使われていますね。そんな古来よりありふれた物質として我々の生活に馴染んでいるガラスですが、物理学的にこれを見ると実は奇妙な物質とも言えるのです。それは凝固した状態において固体か液体かという観点ではどちらとも定義できない状態となるからです。プラズマやボースアインシュタイン凝縮などちょっとややこしいのは置いといて、物質は固体、液体、気体の3つの層に分けられるということは皆さんご存知ですね。例えば水で言えば、氷が固体、水が液体、水蒸気が気体ということになります。このうち、結晶として凝固した氷は、流れや変化がない安定状態であるといえ、この状態を平行状態と言います。対して、液体や気体は、流れや変化があるため、平行状態に移る前の不安定な状態といえ、こちらは非平行状態と言います。実際には相平行や気液平行という状態もあるため、厳密にはこれは違いますが、自然状態ではほぼこのような状態であるため、今回はざっくりイメージでこう考えてください。おや、何やら聞き覚えのある用語が出てきましたね。そう、最近の動画でやりましたね。平行と非平行と同じ感じになるわけです。以前の動画については主に熱についての話で、こちらは層についての話になります。水を温めると蒸発が進み、冷やすと凍結するため、当然熱と層は密接な関係がありますが、便宜上区別する場合は、熱の方は熱平行と呼ばれます。しかし、細かく言えば対象とする状態が別であるとは言っても、これらは同じ統計熱力学の分野となり、やはり各所で物理学最強のブラックボックス、非平行物理の問題が発生してきます。では、ガラスについて考えてみましょう。窓やコップを見る限り、ガラスは我々の目から見ればどう見ても固体ですよね。ところがどっこい。凝固したガラスをミクロの視点で見てみると、他の固体のように結晶構造にはなっておらず、その原子は非常にゆっくり流動しており、平行状態に向かって再配置を繰り返しています。言うなれば、超バチクソに粘度の高い、非平行状態の液体と言えるわけです。このような状態の物質のことをアモルファスと言います。そのため、しっかり記述しようとすると非平行という怪物の尻尾を踏むことになってしまい、
物理学的には未だ謎多き状況となっているのです。とはいえ、それなりに表せるような一応の定式化はすでにされており、それをさらに掘り下げるといったものが現在のガラス物理の主要な研究テーマとなっています。結晶構造を持つ固体の場合、原子の並びには一定の秩序があり、結晶の向きが同じなら物質量、体積、エネルギーの3つの変数で求めることができます。結晶の向きが異なる場合でも、それは圧力によるものなので、圧縮率を導入することで同様に求めることが可能です。しかしアモルファスの場合、結晶と同様の変数の影響もあることは間違いありませんが、それでもなお実際には無秩序に振る舞っているということなので、その状態を物理学的に表すには変数が足りないということになります。そこで、その秩序状態そのものを表す変数、秩序パラメータという量を導入します。秩序パラメータ自体はもともとガラス物理のために考案されたものではなく、相転移という事象において方程式の対称性が破れ、数理的な規則が成立しなくなるということを表すために考案したものですが、ガラス物理も相転移に関連する問題なので、導入される流れとなったわけですね。しかし、例えば、表示生体による時価という事象ならば、その長距離秩序状態を表す量であるといった具合に直感的に納得がいくのですが、アモルファスの無秩序状態の場合、何を表しているのかがよくわかりません。そもそも、秩序パラメータは秩序たった形に適用する前提の変数であり、無秩序と定義しているアモルファスのような形に適用するものではないという見方もできます。それでも、それなりにアモルファスの状態をうまく記述できてしまうため、これには非平行の領域をまたいだ何かしらの規則が含まれているという仮定のもと、様々な数理解析による相関関数などの抽象度の高いパラメータが研究されてきました。こういう背景がある中で、今回の研究では、平行という状態を再定義するという根本的な発想の転換が行われました。従来、物質の平行状態とは、前述の通り流れや変化のない安定状態であり、その状態に遷移する途中の段階を非平行状態と定義していました。つまり、事象のプロセスという観点での定義であり、確かにこの定義では、簡単に言ってしまえば、そもそもこの世は何であるのか、みたいな哲学的な問題にぶち当たってしまうため、その通過点である非平行というわけのわからない領域を含むことになり、平行という状態の輪郭がぼやけてしまい、孤立形として見れば長期間安定な結晶構造しか確からしく表すことができません。ただ、物質の特性という観点でよくよく考えてみると、アモルファスは結晶構造を持たない物質であるというだけであり、その特性は非平行そのものの特性というよりは、平行状態の観測結果が逐一移り変わるからただ分かりにくいだけとも言えるわけです。要するに、これ材料特性考えるだけなら非平行関係なくね、ということですね。そのため今回の研究チームは、材料特性という観点での平行という状態を、周囲に影響を与えることなくエネルギーを取り出すことができない状態と再定義し、アモルファスの秩序パラメータが何を表しているのかを解析することにしました。その結果、時間発展における原子の平均位置のことであるという事実を証明することに成功。さらにここから、アモルファスの統計熱力学的記述を結晶と同様に行える統一的記述の定式化の開発にも成功しました。この成果は相転移に関する本質的なプロセスを解明したわけではありませんが、少なくとも一般雑学レベルでのガラスって最新物理学でも液体なのか固体なのかよくわからない謎材料らしいといった観点については完全回答を提示したことになります。つまり固体っぽい液体ではなく液体っぽい固体であるという結論になりますね。まあアモルファスという厳密な定義があるのでこう言ってしまえばそれでいいわけですが、なお学術的にはもっと重要な意味を持ちます。平行と非平行という観点で考えたとき、例えば生物系というのは非平行状態であると定義されます。前回の動画でもやったように、そこには非常に複雑難解な複数の問題が絡んでおり、それが物理システムとして生物を記述することを難しくしています。今回の新しい熱力学的定式化は、この部分の突破口となる可能性があります。
ガラスという特定の物質の特性だけではなく、幅広い分野の問題解決に応用可能だという、バチクソにヤバい成果というわけですね。専門分野としての研究テーマのトレンドに乗るだけではなく、そもそも何をやっているのか再考するということの大事さを教えてくれます。サス阪大、天馬とかいう究極の背徳グルメがソウルフードなだけはある。今回の研究論文は、現在学際デジタル出版研究所によりオープンアクセス掲載されています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。